鳥犬チャンネルです。はい、今回からはですね、エルガイムのプラモデルの紹介をしていきたいと思います。まずはエルガイムマーク1ですね。パッケージはね、セカンドパッケージになりますね。初版のパッケージはね、これ設計図にあるモノクロなんですけどね、設計図そちらの絵になってました。デッキはね、当時ではちょっと頭でっかちかなとかいろいろあったりして、ホビージャパンのね改造見ながら当時ちょっと作ってみたりしたこともあるんですけれど、はい、今回はね中身あり、実はねストックであと2箱ぐらいかな持ってるんで、はい、このような中身になってて、白いランナーとこちら濃いブルーのランナーで構成されてます。なんか当時はね、確かこの濃いブルーのランナーはなしで白だけ発売するいう噂もあったんですけどね、結局なかったですね。でエルガイムのこのねメカファイルですね、当時ねこういうの流行りましたね。いろいろプラモデルとかね、ハイコンプリートモデルについてたかと思います。こういうの見てるとねかっちょいいですよね。かなりメカニカルな感じがね良かったと思います。はい、でこれがね初期パッケージのね、絵だったんですよね。本当はね、なんで変わったかね事情はちょっとよくわからないんですけどね、知ってる方おられましたらねまたコメント欄から教えてください。はい、作品の方もう10年ぐらい前に作ったものなんでね、当時の画像を並べていきますけどね、ワークスのね足なんか使ったりして作ってますね。ワークスの足はねこういう風にねこうかかとが曲がるのが良かったですね。でね両方ともね、足カバー開けるようにと思ってねこのように両方とも開くようにしています。シリンダーもね結構悩みましたね。こういう風に作ってみたんですけどね、頭部はね顔の内側だけちょっと小さめにして、頭はねもうそのままの大きさで、あと顔の方当てをですね延長したいう感じで作っていってみました。スパイラルフローとかね入れよう思うとやっぱちょっとね小さくするとねバランス悪いんですよね。はい、それではまたバラしてね組み立てていこうと思うんですけどね、バラすとこんな感じになります。はい、足つま先ですね、ここにポリキャップ入れてあげて、はい、後ろ足のところはこれはワークスについてた足をね利用しながら作って、寿の、ジョイントを入れてあげてます。寿さんのねポリキャップってねなんか割れやすいんですよね、年経つとね。これも実は壊れててね、やる前にちょっと直したりしたことあるんですけどね。はい、足の膝はねこのようにして、ボールデンアームズのね角のこのパーツをねここにつけてあげてます。でポリランナーね使ってこのように、はい、ここはウェーブのサポートを入れて刺すようにしました。はい、ここのねシリンダーはこういう風に、やってますけどね、ボークスさんのところのポリキャップの1ミリとかの穴のがあるんですよ。でそれ使ってますね、シリンダー。はい、でここがね2ミリのねポリキャップ入れてますね。でここで角を刺すいう風に刺してます。あんまり長くするとね反対側と干渉するんでちょっと短くしなきゃいけないんであんまり開かないんですけどね、両側は開かしたかったんでね今回は開く範囲でいうことで改造しております。またね先ほどお見せしたストックをねまたいつかどこかで作りたいと思うので、その時はね片側だけ上げてもうちょっとカバーがね開くようにしたいかなと思ってます。はい、反対側も同じような感じです。はい、両側開きました。本当はね設定ではこういう風にね両側開くんで、片側だけだとねちょっと寂しいんでねこういう風にしました。はい、反対の足も同じようにして寿さんのポリキャップを入れてあげます。ヒンジ関節のやつですねこれね、そこから持ってきてます。はい、そしてこれつま先ですね。
あとくるぶしのね色ね、ここ濃いブルーで塗りましたけどね、ここは白で塗る時もあるし、まあどっちが正しいんでしょうね。それもねまた詳しい方おられたら教えてくださればね大変助かります。はい、でここ太ももですね。はい、太ももと膝下をくっつけていきます。ここはね、ランナーですね、ポリランナーとボールデンアームズをつけて、でこちらのねチューブも取り付けてあげます。 0.5 ミリのね、金属線とビニールチューブをつないであげます。ピンセットで入れないとねなかなか入らないところでございます。それにしてもね関節がねどこのも使えないですよね。エルガイムってこんな細くってね、ほんとねよくねデザイナーの長野さんねよく考えたな思いますね。モーターヘッドなんかもねすごいですよね。本当はポリキャップがね入るところがないっていうね、すごいです。こう入れてもね多分軸が細いからね保持力あんまりないんじゃないかなと思います。これもねポリランナーでね無理やりやってますからね、結構バンダイさんみたいなとこには泣かせなんじゃないですかねきっと。はい、股間のところですね、ここを EA サブの関節技でつきました。どうしてもね膝関節のツボでね大脚地みたいように見えてしまうんですよね、つけた角度でね。はい、でここサイドアーマーのところはキットのままで、はい、パチッと入れてあげます。 HG とかになるとね太ももに確かねつけてたと思うんですけどね、軸があって、昔の 144mm はこんな感じでした。はい、取り付けました。カチッて入るのがねいいですよね。はい、胴体です。胴体もね切り離してこういう工作をしています。はい、お腹のところもねちょっとヒートペンで形変えてちょっとねくびれ作りたかったんでね、キットのままやったらねもう四角ですからね。はい、でここのねなんていうのかな、肩というか胸のところもねこんななってて、ではいここがねスパイラルフローがね入るところでね上下に上げ下げできるようにしてます。これね100分の1になるとねもっとね綺麗にね、そして設定にほぼ近くできてるんですよね。あれいいですよね。はい、で顔なんですけどね、顔のところもねこのようにしてます。はい、2mm のボールジョイントで取り付けしています。はい、スパイラルフローもね頑張って作ってみました。人はねプライザーのフィギュアからね持ってきて無理やり座らしてる感じですね。でスパイラルフローをですね頭というか首元のね喉のところに、ね、入れちゃいます。強引にね入れてますね。さすがにこの大きさなんでねスパイラルフローの変形は無理です。はい、このようにエスカレーターになってるところに入れます。でここのコードをね後ろ入れるんですよね。これ見るとねまあジュノーンのね5スターストーリーのジュノーンのねシーンを思い出しますよね。もう髪の毛みたいにねなってるんですよね。でもねやっぱねそういうつながりはあると思いますね。エルガイムとジュノーンのつながりねって言われてますよね。まあ長野さんもねなかなかエルガイムでこうね出てきた案をまたさらにブラッシュアップして5スターやってくれた感じで、5スターも何巻までかなついていってたんですけど、私もついていけてないですね。なんか途中で設定も変わってね、レッドミラージュも半透明とか言ってなってたんでね、ちょっとついていけなくなっちゃったんですけどね。今どこまで進んでるんでしょうね、あれもね、年表ね。はい、で肩腕のところですね、こちらも改造しておりましてね、このようにボールジョイントを入れてあります。ウェーブのボールジョイントですね。はい、肩に刺してあります。ここももともとこういう構造じゃなかったんですけどね、肩の内側に入るねアーマーとかもね自作してあげました。2の腕とかちょっと太かったんだけど、ここの腕もね、はい、ボールデンアームズ使ってね、このように、はい、この
三角形のなんていうのかな、この腕の外装とは別パーツに仕上げました。キットのままやったら一体になってます。HG になってたらね、あれも確かばらつけてたと思うんですけどね、HG も1回作ったんですけどどっか行っちゃいましたね。でもあっちよりもねやっぱ旧キットの方がね自分的にはね好きなんですよね。なんでなんでしょうね。改造はしなきゃいけないんですけどね。はい、このようにね出ます。今度作るときはねちょっと二の腕もうちょっと細くしてあげようかなと思ってます。はい、で、ここの縦ですね、ベイルっていうのかな、これ本当は位置はね下かな上かな、もうちょっとずらした方が本当はいいっていうのをどっかで読んだことあるんですけど、確かにねちょっと位置が、おかしいかないう気はしますね。はい、これで完成ですね。で、はい、このね重武装のね背中にしょうやつ、はい、これも取り付けるんですけど、そこの色もねいろいろ説がありますね。はい、で単体でねこの、はい、ドッキングのところに胸開けるとこんな感じですね。なんとなく雰囲気で作ってある感じなんでね、完全に設定に合わせてるわけではないんでね、もう雰囲気だけです。とりあえずやってみたかったんでね、やってみたいやつです。はい、こんな感じです。一応ね塗装はねこれクリアシルバー後で吹いてますね。確か昔はねパールだったんですけど、パールってねちょっと黄色みがかってきちゃったりする時があるんでね、で軽変でちょっと黄色みが増えたりするんで、クレオスのパールじゃなくてクリアシルバーってねどんなもんかなって使ってみて、意外とね変色とか起きないんでね、これはこれで良かったかなとは思ってます。はい、肩のここもねこういうの外れます。一応ね磁石ネオジム入れてます。ハイキューさんでね、はい、このようになっております。はい、人生3つ目のエルガイムになりました。またね4つ目やりたいとは思ってます。もちろん旧キットでですね。はい、旧キットのエルガイムですけどね、もうセット売りでプレ版限定販売とかなってきたんでね、なかなか入手が難しくはなってきたんですけどね、またねストックがいくらかあるんでね、どこかのタイミングで作っていきたいかなと思ってます。そしてね、過去に作ったものがねいくらかまたありますんでね、徐々にまた動画を作って流していきたいと思っておりますので、また今後ともよろしくお願いします。